どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前紹介した星化石山岳レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？突如として目覚めた石組みレイアウト熱をぶつけた水槽で、いろいろと尖ったことをやっています。前回まではミスト式管理の後注水し、外部フィルターを設置するところまでをお届けしていました。まだ見ていないという方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひそちらから見てやってください。最後に動画をアップしたのが今年の4月20日ということで、編集時現在ですら3ヶ月経過しているという事実。さすがにそろそろ経過を報告しないと皆さんに存在を忘れ去られてしまうということで、ようやくあれからどうなっていっているのかをお話していきます。というわけで今回は3ヶ月以上ぶりの星化石山岳レイアウトをお届けします。それでは恒例の忘れ去られてしまっているであろうこの水槽のざっくりしたおさらいをしていきます。まず立ち上げを行ったのは今年の1月26日で、気に入っていたキューバパールグラスの草原レイアウトをリセットした後に作成しました。使った石は上畑の形状おまかせ星化石レイアウトセット3つで、合計 18kg 程度の石を使っています。すべて石ガチャということで、石組みの山岳レイアウトを一度もしたことがない自分にはとてつもなくハードルが高いチャレンジとなりましたが、なんとかそれっぽく組むことができました。植栽に使用したのは1ヶ月前に購入して冷蔵庫で放置してたニューラージパールグラスの組織培養4カップです。なぜか購入した時よりも状態が良くなっているというファインプレーのおかげで、ミスト式管理20日程度である程度茂ってくれました。ちなみに今回は以前の崩壊した草原レイアウトの教訓を生かし、できるだけ肥料切れを起こさないようソイルはアマゾニアオンリーで立ち上げてます。長く維持するのであれば ADA のパワーサンドがいいと思うんですが、お金がなかったので使いませんでした。ミスト式20日後に注水をし、外部フィルターを設置したところまでが前回動画でお話しした内容です。というわけで、あらかたこの水槽のことについて思い出していただいたところで、フィルター設置後の様子をお話ししていきます。まずは注水後4日目の状態がこちら。注水直後はニューラージパールグラスに気泡がバンバンついてて、白い印象のある水形でしたが、だいぶ落ち着いた綺麗な緑色になってます。ただ見てもらったらわかる通り、右側の壁面が若干こけってます。ミスト式では苔が生えないのでわかりませんでしたが、やはりアマゾニアソイルオンリーで立ち上げるとこけるスピードも速いですね。そして右側の星化石にはうっすらと卵巣が付着しています。給水パイプを左端、排水パイプを右端に設置すると右側の水流が滞りやすいんでしょうかね。まあここら辺の事象に関しては正直問題とも思ってませんし、立ち上げ初期は当たり前に起こることなので全然気にしていません。ただこのまま放置していると苔や卵巣が蔓延し対処が面倒になるので、注水してしばらくの間は生体も入れていないので大量換水を何度も行います。だいたい 2,3 日に1回 100% 換水を行っています。このようにプロホースで水を吸いながら注水することで一度の水替えの量が増えます。放置してたら勝手に循環してくれるんで助かりますね。やっぱ浄水器とホースリールは神。続いて注水から1週間後の状態がこちら。見てもらったらわかる通り、
壁面のうっすらとした緑の苔は落ち着いているんですが、成果石が若干茶色っぽくなってます。皆さんご存知の通り、立ち上げ初期に発生しやすい茶苔ですね。これは苔界の中でも最弱中の最弱で、赤子の手をひねるくらい簡単に対処できます。よく見てみると、青みどろも若干発生してきています。こいつも雑魚苔の一種なので気にしてません。インパクトのある見た目をしているため意味嫌われがちですが、こいつが勢力を拡大し、他の厄介な苔がつかないのであれば、逆にありがたいまでありますね。ただ、ところどころ長さの短いもやっとした苔もあり、若干不穏な空気が流れております。続いて、注水から9日後にトーマシーを導入しました。正直入れたくはなかったんですが、以前の500匹の生体が入っているベアタンク水槽で使っていた外部フィルターを一部拝借し、そのまま露剤を流用していたらスネールが入ってきたのでやむなしです。他の生体を攻撃する凶暴性を抜かせば、スネール駆除はこいつしかいないというくらい働いてくれるので、1匹で頑張って駆逐してもらいます。まあ、フィルター内にスネールがいると思うんで、焼け石に水ではありますが、よく見ると苔も相変わらずで、青みどろの赤ん坊が気泡をつけながらたなびいてますね。続いて、注水から17日後の状態がこちら。だいぶ茶色になってきましたね。給排水パイプを見てもらうと分かりやすいんですが、茶苔が出てきてます。灰色だった成果石もきれいに茶色になってます。というわけで、水替えしながらこの苔をどうにかしていきます。使っていくのは火で炙って首を90度に曲げた歯ブラシです。これ結構重宝します。茶苔なので柔らかめの歯ブラシでこするだけでみるみる綺麗になりますね。プロホースで飛び散った苔をすぐに吸い取ってるから気持ちがいいです。こんな感じで歯ブラシでこすったところだけ成果石本来の美しさが戻ってます。ついでに壁面もプロレイザーで綺麗にしておきます。水が濁って見えるときは、とりあえずガラスの前面をプロレイザーで綺麗にしたら超透き通って見えることがありますのでやってみてください。あとは先ほどと同じ手順で苔を取り除いていきます。こうやって見ると苔の残骸だけでなく石自体の粉塵が舞ってるように見えますね。おそらく水槽の水で石の表面が若干溶けてるんじゃないかと思います。これが高度を上げる原因なんでしょうかね。というわけで、パイプから壁面から石まで磨き上げた状態がこちら。素晴らしい透き通り具合ですね。水替えしながらの掃除はこれだからやめられません。成果石の清涼感のある色合いが戻り、ニューラージパールグラスとの対比でとても綺麗に見えます。石を近くで見るとこんな感じで、水槽に入れた時の色を取り戻しています。やっぱり石はこうでなくちゃいけません。苔取りをしながら水替えをしたため、ほぼ全冠水になってしまったんですが、そのせいか水草からの気泡が止まりません。これも見てて気持ちがいいですね。よく見てみると、ニューラージュパールグラスがしっかりとしだれてます。去年、一昨年の IAPLC は、このニューラージュパールグラスのしだれがトレンドでしたね。このしだれ具合を計算してレイアウトを組めたらさぞ楽しいことでしょう。続いて、注水から28日後の状態がこちら。だいぶマシにはなってますが、依然茶苔が出てきてます。手作業で簡単に取れるとは言っても、やはり綺麗な状態を常に保っておきたいものです。そこでついに大和沼エビを導入することにしました。手始めに15匹導入していきます。結構デカめなやつらを選抜したので、茶苔なんてすぐに一掃してくれると思います。
幸いなことにニューラージパールグラス自体はとても調子がいいので、引っこ抜かれる心配もありません。続いて、注水から34日後の状態がこちら。見ての通り、石につく茶苔は消し去ってくれました。さすがの大和沼エビです。ただ、茶苔が駆逐された影響で、今度は壁面にうっすらつく緑色の苔が発生してきました。正直、苔との戦いはいたちごっこなところがあるんでしょうがないんですが、一つの苔をなくすと、新しい苔が勢力を拡大してくるんですよね。厄介な苔を蔓延させないためなら、逆に雑魚い茶苔のような苔が幅を利かせておいた方がいいのかもしれません。そしてもう一つの問題なんですが、この左手前部分からソイルが漏れ出てます。この洞窟部分は傾斜をつけているせいもあり、ソイルが流出しやすく、暗がりなのでヤマトが常にたむろしています。そのせいで奥のソイルを掘り起こし、全面に流れ出ているわけです。ヤマトを入れるまで全く漏れてなかったので気づかなかったのですが、ソイル流出防止が甘かったようです。ここは後々対処していきます。肝心のニューラージパールグラスはというと、もう絶好調も絶好調で、至るところでしだれてます。さすがは育成のしやすさに定評のある水草です。ただ、あまりにもしだれすぎて、石の輪郭を消し去ってきています。こうなってくると、せっかく迫力のある石組みにしたのに、その石の配置がぼやけてしまいます。真ん中奥側の石なんてもう完全に埋もれてますからね。これはそろそろトリミングしないといけないのではないでしょうか。そんな感じで注水から1ヶ月経過したんですが、まあおおむね順調なのではないでしょうか。苔も厄介なものは発生していませんし、石や壁面につくものが大半なので対処がしやすいです。一番厄介な水草につく系の苔が出てこない限りは、ある程度綺麗さを保てると思います。ただ、ニューラージしだれすぎ問題とソイル流出問題が残っているので、そこら辺を今後は対処していかないといけません。まだまだ万全とは言えないので、これから調整していきたいと思います。これからこの水槽がどうなっていくのか、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。